ゆっくりレ夢ムです。あれ、マリサは？あ、マリサ、遅かったじゃない。黙りなさい。え？早く席に着きなさい。時間の無駄よ。マリサ、本当に今日はどうしちゃったの？マリサではない。マリサ先生と呼びなさい。マリサ先生。なんかいつもと雰囲気が違うけどどうしたの？はあ。私がこの YouTube チャンネルを始めたきっかけは知っているわね。カバディをみんなに知ってもらうためでしょ？そこで YouTube チャンネルの開設前に、知り合い数人に動画を見せて意見をもらっていたんだけど、カバディのルールはなんとなくわかったけど茶番が長い、動画のネタが若干古い、カバディの内容が薄い、などの意見が多くあったわ。その時点では、練習試合終わりまで動画が完成していたから、公開するしかなかったんだけど、今回の動画からは茶番は一切なしにするわ。でもこれも女王の教室のパ黙りロディじゃ。なさい。今日はボーナスライン、ボークラインの超え方について説明するわ。ラインの超え方？いい加減目覚めなさい。わからなかったら自分の力で何とかするのね。誰にも頼らずに、自分だけの力で、それが社会というものです。はい。それではまずボーナスライン、ボークラインの超え方だけど、ラインの超え方自体は同じルールよ。1、ラインは線を踏まずに完全に超えること。2、ラインを超える際は片方の足が地面から離れていること。この2点だけよ。それでは授業を終わりにします。先生もうちょっと詳しくいい解説を。加減目覚めなさい。あなたは日本でカバディをやっている人が、日本の人口の何%いるか知ってる？たったの 0.00004% よ。これは年末ジャンボミニ宝くじの1等に当選するのとほぼ同じ確率よ。つまりこの国では2万5千人に1人しかカバディをやっていないの。そんなあなたたちにこれ以上教えることは何もないわ。なんだあいつ。もういいわ、こうなったら自分で調べてやるわ。というわけで今回は、私がレミリアにボーナスライン、ボークラインの超え方を教えるわ。わかったって。でもそもそもボーナスライン、ボークラインって何だったかオラ忘れちまったって。そうね、まずはそこから復習していきましょう。これがカバディのコートなんだけど、黄色い線がボークライン、赤色の線がボーナスラインというのよ。ちなみに選手目線で見るとこんな感じよ。ラインとラインの間はどれくらいあるんだって？いい質問ね。まず今回は男子の場合で説明するんだけど、ミッドラインからボークラインまでは 3.75 メートル。ボークラインからボーナスラインまでは1メートル。ボーナスラインからエンドラインまでは 1.75 メートルよ。なるほどだって。それでこの赤いラインを越えれば1点入るんだって。それがそう単純でもないのよ。どういうことだって？ボーナスポイントを取るためにはいくつか条件があるのよ。条件？まず一つ目の条件は、相手のアンティが6人以上であることよ。6人以上？それはなんでだって？まず少し前の動画と内容が被ってしまうんだけど、カバディでは最大7人がアンティにつくことがあるわ。レミリアはアンティが7人の時と3人の時、どっちが得点できそうだと思う？それは3人の時だって。そうよね。3人の方が一人一人のアンティの間が空いている分、簡単にボーナスポイントを取れるわよね。つまりもしこれでボーナスポイントが認められたら、あまりにもレイド側に有利になってしまうのよ。でもこれが7人守備だったら？スペースがほとんどないって。そう、つまり6人以上では、ボーナスポイントを取るのが難しいのよ。なるほどだって。もちろんアンティ側もレーダーに簡単にボーナスポイントを与えないために、6人以上の時はボーナスライン付近で守備をしてくるわ。じゃあ5人以下になったらどうなるんだって？アンティ側はボーナスラインを守る必要がなくなるから、よりコートの奥側で守ってくるわ。レミリア、なんでだかわかる？コートの奥の方がアンティに有利だからだって。さすがレミリア、その通りよ。一見だって。それで次にラインの超え方なんだけど、これはどちらのラインも共通ルールだからまとめて説明するわ。まずラインの超え方なんだけど、ラインは完全に超えなければいけないわ。完全に、っていうのはどういう意味だって？まずこの図を見てほしいんだけど、どの足もボークラインは超えているわ。そこでボーナスラインについてなんだけど、一番左の足がダメなのはわかるわよね？そもそもボーナスラインに届いていないからだって。その通りよ可愛いレミリア。えへへ。照れるって。では真ん中の足はどう？線は踏んではいるけど全部は超えていないって。そう、これが完全にって意味よ。
ちなみに実際の試合では足裏全体でタッチする必要はなくて、つま先だけでもボーナスラインを越えてタッチできていれば OK なのよ。そんなんあるんけ？まあそこは次回に試合動画を見せて解説するからちょっと後回しにするわね。それで2つ目の条件なんだけど、ボーナスを獲得する前に、レーダーの体がどこにも触れていない状態であることよ。よくわからないって。そうよね。この言葉には2つの意味があるわ。2つ1つ目の意味はボーナスラインを越えるときには、他の体の部分はコートのどこにも触れていないという意味よ。もうちょっと詳しく教えてほしいって。大丈夫よレミリア。これから説明するから、まずこのイラストを見てほしいんだけど、この選手の右足は完全にボーナスラインを越えているわよね。超えてるって。でも左足はコートについている状態なのよ。つまりボーナスポイントの獲得条件である、レーダーがミッドラインとボーナスラインの間に体のどこも触れていない状態、という条件が満たせていないから、この場合はボーナスポイントが認められないわ。じゃあどうすればボーナスを取れるんだって。要はボーナスラインを超えている部分以外がコート内に触れていなければいいわけだから、ちょっと極端な例だけど、こういう状態なら OK よ。なるほどだって。まあ実際はレーダーは常に自分コートに帰れるように準備しているから、このように片足だけ出して状態は自分コートを向いている体勢が多いわね。どう？ここまでは理解できたレミリア。なんとなくわかったようなわからないような気がするって。最初はみんなそんな感じだから安心して、みんな実際のカバディを経験して理解していくのよ。そして二つ目のレーダーの体がどこにも触れていない状態であることの意味なんだけど、これは相手選手にストラグルしていないという意味よ。多分レミリアが言いたいことはわかるけど、先に説明だけさせてもらうわね。カバディで相手にタッチする、つまりストラグル後に、ボーナスラインを超えたとしても、ボーナスポイントは獲得できないの。でも灼熱カバディではストラグル後にボーナスを取っていたって。確かにその通りね。この場合、最初のストラグルがあるからその後のボーナスは認められなくて、最初のストラグルがなかった場合、ボーナスとその後のストラグルは認められるわ。そんな。灼熱カバディのルールが間違っていたなんてオラショックだって。いや、それは違うわレミリア。確かに灼熱カバディのルールは実際のルールと違う箇所がいくつかあるけど、灼熱カバディが面白いことに変わりはないし、何より灼熱カバディのおかげでカバディ人口が増えたのも事実なのよ。つまり灼熱カバディはカバディ界にとってのスラムダンクそのものなのよ。じゃあオラこれからも灼熱カバディを応援するって。そうね、ちょうど先月最新刊も出たしこれからも応援してね。でもオラ思ったんだけど、ストラグル後にボーナスポイントが取れないなら、単純に相手へのストラグルを頑張った方がいいんじゃないって？本当にレミリアはいい質問をしてくるわね。えへへ。ボーナスポイントにはストラグルして得点することにはない大きなメリットがあるのよ。それはなんだって？ボーナスポイントを獲得できたら、自分のコートに戻れなくても得点が認められるのよ。これも次回に実際の試合動画を見ながら解説するんだけど、一度ボーナスポイントが取れたら、その後相手のアンティに捕まっても1点は獲得できるわ。これは相手にストラグルして自分コートに帰るという、カバディの基本的なレイドとは全く異なるものなのよ。オラ早く試合を見たいって。まあレミリア。今回は動画の時間が長くなってしまったから続きは次回にしましょう。というわけで今回も、ご視聴ありがとうございました。